うっす、おはようございます。続きっす。窓枠がついたんで、次は外壁用に柱組んでっていう感じだと思われます。なんでその前に、ちょっとこの辺の意味ないパイプがいろいろ出てるんですよね。そういうのをちょっと切っちゃおうかなと。なるべくスッキリシンプルにしたい。ということで、まずこのいらなそうなパイプ切るとこからです。それでは参ります。うわ。原田ハウス。これパイプあるんですけど、これはね、屋根のこの枠にくっついてるんで、こいつは残しとく。でもこれ、ね、意味ないよな。これ意味ない。これも残しとく。で、こいつもいらない。こいつも切る。で、もう一個か。この子。これ全然意味ない。これ切る。この3本。とりあえず切る。パイプカッター。これで切っていくよ。あいつから邪魔だ。いきなりミスったっす。これね、パイプ、片側切って、片側切っただけじゃダメなの。もう全体にやらないともうこれこっち側にはまらないから、これ以上切れないっす。パワーでこれ折れるかっつったらもうなかなかな作業ですよ。折れねえだろ。どうすんのっていう、いきなりね、やらかしたということで、気を取り直して、これは保留。あっちの、あっち切る。はい。またミスったっす。あのね、ツールの可動域がね、あるから、ここね、切れない部分があるんだよな。無理。これ、保留。もうイコール、あっちも今のままじゃ絶対切れないから。無理。やめます。下の土台を組みます。はい。今できないとこ保留。もうね、枠組む先。ね、上のパイプのこと後回し。ここに枠を組みます。そっち先やります。やれやれ。疲れただけだ。どうも皆さんこんにちは。原田です。パイプカットできなかったですね。後回し。先に壁の枠を組みます。廃材を適当な長さに切って、それをたるぎ用クランプに固定していきます。便利なものがあるんですね。単管パイプを触ったことなかったんで、こういうのがあるって知らなかったから、こうって感じ。これは使わないと。じいちゃんみたいに針金スタイルで言ってもいいんですけど、ね。こういうのがあるんだったらね、やっぱ使ってみたいじゃないですか。初めてだし。そう。使いたいから。しょうがない。なんとなくまっすぐに調整して下段の枠組み完了と。イージー。続いて2列目。これはさっきより短いのでさらにイージーですね。そしてこれは人の顔が一番ブサイクに見える角度。このビス打ちをするときにしかお目にかかれないアングルだ。2段目の枠組み完了。さて、いよいよこいつカットしないと、これを取り付けたらこのカットができないんですよ。でね、もうねマニュアルでいく。これでこういうのでカットしたい。でもね、さすがにこのサビサビの古いやつじゃね、無理だから、買ってきました。新しい刃。メイドインスウェーデン。とにかくこれでカットできるはず。ね。やってみる。シャシャシャと。結局手動でカットすることにしたパイプ。これはハイパーめんどくさいですね。
もう8倍速で切っちゃう。もうちょっと。来た。まさかパイプを手動で切る時が来るなんて思いもしませんでしたよ。綺麗だ。やった。パイプカッターがこういうとこで使えないっていうのは盲点でしたね。勉強になりました。また8倍速で切っちゃう。こうやってグインって曲げられるとこまで来たらもうこっちのもんですよ。あとはふにゃふにゃってやったら取れちゃうから。ほーら。取れた。やった。2本目。3本目。最初にこうやってパイプカッターで切っとくと、ノコギリで切るとき楽。まあ実際全然楽じゃないですけどね、こうやって切るの。これ倍速だから分かりにくいですけど、結構長いことガリガリやってますからね。でもここまで来ちゃえばもう、あとはグイングインやればいいだけですから。ほーら。3本目、切れた。やった邪魔なパイプをカットしたので、枠組みの続きをやっていきます。使う木材は寸法を測ってカットしてあるので、あとは止めるだけ。これなら素人の僕でもスムーズに作業が進むんじゃないでしょうか。そういえば素人で思い出しましたけど、よくある素人 DIYer みたいな YouTube とかでもよくあるじゃないですか。あれってどこまでが素人なんですかね。みんな単純にプロじゃない人っていう意味で使ってんのかな。なんか僕の感覚だともう素人っていうと全然できない人みたいなイメージなんですよね。でもその素人 DIYer でもとんでもなくレベル高い人から、僕みたいに適当にやってる人もなんかすごい幅が広いじゃないですか。だからもっと分かりやすい呼び名があったらいいと思うんですよね。ちょっと基準の付け方が難しいんですけど、そもそもこの素人の死という字はすとかそうとか呼び名がね、作業なんですね。だから例えばほぼ何にもやったことありません、未経験ですっていう人はサロートですよね。で、ある程度ツール使えるようになった素人、もうね寸法ずれたりしない、ジグとかも使えるスロート、もうねちっちゃい家だったら建てれちゃうからセロートで、10年以上やってます、ほぼプロです、ソロートで、その上に皆さんご存知のクロートが君臨しているわけですよね。そういう風にしてほしいと DIY 協会に訴えたいですね、僕は。おいっす。これなんかね、しっくりこないね、この子ね。いいですよ。かぶせちゃえば見えねえんだから。見た目重視。はい。これで、なんとなくの外壁用の枠ができた。ここはまだ迷ってる。つけた方がいいんだろうけどね。そこも。はい。以上です、今日は。疲れちゃった。はい。晩ご飯作ろう。おしまい。Around the house. 続きっす。やります。このままやります。ここを切ります。ここを止めます。いや、ここを止めます。ここを切ります。それです。参ります。わしゃ。昨日最後の方にはっつけたこいつ、まだね、別に止めてないんで、こいつを固定したら、一応外壁がつけれるのかな。強度なさそうっすけどね。ちょっとこれで一旦やってみます。おいっす。ちょっと角度的にうまく撮影できないんで、パッと作業しちゃったんですけど。ここ、止めました。止め方がよくわかんないんで、ここで一本、グッと、ビスを打ってんですけど、浮いた。はい、失敗。で、ここ固定。ほんで、ここのクランプにこの柱止めて、ここも若干浮いてると。
こっちからビスって止めてる。上も斜めで止めてる。こっちも斜めで止めて、クランプで、まあ、これで、こっちも止めて、で、ここも一発ここのビスって、まあ、ただ、ずれないように固定してるってだけですね。あんま強度はないっす。はい。まあでも、これで全く動かないからこうやってもね、まあいいですよ、これで。大丈夫だろう。はい。これでこっちの多分壁の枠は一応できた。やっぱね、縦に入れた方がいいんだけど、それはね、壁貼っつけてから考えようかな。内側から止めれるもんね、後から。多分。いるいるかないらないんじゃない？ちょっと保留。ね。先に進む。ここをちょん切ります。で、あっちの壁。それです。またマニュアルで切る作業なので早送り。こういう作業はね、地味に疲れるし、地味に時間かかるからね。ほんでまたパイプカットと。で、ここでもまたツール使えないから、全部マニュアル。やれやれです。このパイプカット何が嫌だってね、やっぱ木切るときと違ってね、この金属を切るときの擦れる音ってなんかね、いいってなるんですよね。なんかあれに似てます。黒板に爪を立ててギーってやるやつ。そうするとうーってなるじゃないですか。あれに似てる。カットしなきゃいけないところがまだいくつか地味にありまして、しかもそれが全部ね、めんどくさいとこなんですよね。でも後でカットすることになるんで、今のうちにカットをしとくと。おい、だいぶ進んでまいりました。ここのパイプを切るのがものすごくめんどくさい。これね、今ね、2本切ったんですけど、これ最後の1本。これ、もうね、パイプカッターの、この可動域がもう、ここの内側を切るってなると、もう全然、こんなぐらいなんですよ。だからね、あと手動で、手動も、めちゃめちゃノコギリが使いづらい。もうね、反対向きだし。もうそれでイラつきがマックスになって、もう撮影はしないっす。はい。なんでこれをカットするところも撮らないから。しばらくイラつきながらこれを切ります。それで出来上がりを見てみましょう。じゃあしょ。余計なもん全部取っ払いました。イエス。休憩。応援。ハルドハウス。休憩とか言ってやっぱりそのまま次の日になっちゃいましたね。このパターンが非常に多い。そしてこっち側の壁。もともとじいちゃんがくっつけたこの壁に沿って柱を立てようとすると、クランプだと微妙に合わないんで、針金っす。じいちゃんと同じスタイルで参ります。まあこの方法もね、やってどういう風になるのか見ておけば、今後何かの役に立つかもしれない。ほんで今日は土曜日ということで、子供をどっかへ連れて行かなきゃいけない。作業はここまでになりそうですね。まあでもこれでほぼ壁張る準備は整ったということで、今回はここまでとさせていただきます。それではまた次回。失礼します。